テックフィッシュ、ウィンフィッシュと呼ばれるレールと横レールが特徴的なボードで、ビクトリア、今回乗ってるのはビクトリアスキムボードのウィングフィッシュ、テックスフィッシュモデルっていう、このレールとテールが特徴的なボードの形状ですね。で、板のタイプが S タイプ。で、ボードの厚みが8分の5インチのカーボン素材でできているもので、あとレールチャンネルですね。このモデルは入ってます。とりあえずこの板でちょっと今回は持っていきたいなと思います。ボードインプレッションの方をしていきたいと思います。ワンサイズ上げたりとかしたら結構面白い。そうだよね、回しにくくなる。波結構、そう、津波でも張ってくる波っていうのがいい。とりあえずこのビクトリアスキュンボード、S タイプのテックスフィッシュモデルを、ちょっと何本か乗ってきました。で、このテックスフィッシュモデル、ビクトリアの社長のテックスが結構愛用してたこのウィングフィッシュモデルなんですけども、乗ってみた感じ、今回この S タイプ、ビクトリアスキュンボードのウィングフィッシュモデル S タイプ乗ってみて、とりあえずまず一番明確に分かりやすい長所が、2つあって、1つはまずこの S サイズに対しての浮力がすごい大きい、安定性があるってことですね。まずテイクオフ時のなので、
外と初心者さんとかがどうしてもちょっとテイクオフバタつくなっていうところの時に大きくしっかりこの少し小さめのボードでも安定してくれるっていうのはまあ明確な長所の一つで、2つ目の長所がインサイドとかのちょっと小波でもちゃんと張ってきてくれる波の時のターンをするとレールがすごい噛みやすいっていう点があって、まあ、そういう波の時に特に進化を発揮するボードなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、非常に、まあ、ちょっとね、特徴的な形状をしてるんで、まあ、最初、ピンテールとかでやってる人とかだと、ちょっと板どこでここ持つのか、ここ持つのか、みたいにちょっと悩むことはあるけど、まあ、そこはちゃんと自分で合ったポジション見つけられてるから、自分の場合だったら、まあ、少し横目。テールじゃなくて、ちょっと横目を持ってる。で、まあ、少し短所を上げるとするのであれば、まず、まあ、今さっき、インサイドの張ってる波の時にはすごい噛み合うって、すごいいい進化を発揮するって言ったんですけど、まあ、逆にそういう波以外の時に、非常に乗れる日と乗れない日のムラが出るんじゃないかなっていうふうには思います。どうしてもやっぱり、このレールをうまく使えるかどうかっていうのがあるので、まあ、最初のうちはそこまで気にしないかもしれないですけど、まあ、よりいいライディングのクオリティを求め始めた時に、なかなか難しい感じになって、ちょっと出てきたこの波にあって。で、まあ、あともう一つの、まあ、短所というか、まあ、これは短所というよりかは、まあ、この板を使う上で難しいところなんですけど、そのターンの時に、そのレールをうまく使えるのと、前側をちゃんと踏めるかどうかっていうのがあって、実際の僕の使ってるリフトシェイプ、ちょっと持ってきます。こっちが今試乗してたテックスフィッシュモデル。で、まあ、こっちがいつも僕が乗ってるリフトシェイプモデルの、こっちは MS タイプなんですけど、この、リフトシェイプに比べて、こっちですね、ノーズ側の浮力の割合が、すごい、こっちの板は、この板のサイズに対して大きいんですよね。だから、結構、ワイド。ノーズ側が少しワイドになって、こう、比べたときに、こう、同じタイプじゃないんですけど、こっちの、僕の普段使ってるリフトシェイプの方が、サイズとしては MS サイズで大きいんですけども、ワイド、少しアウトラインが、ここちょっと、ウィングフィッシュモデルの方が、少し広めになってるんですよね。この分の浮力がすごい大きいので、安定はするんですけど、ターンした後にちゃんと前に踏めないと、そのまま置いてかれてしまうことをやったりとか、そのまま逆に踏みすぎてノーズが刺さってしまうみたいなことがあるので、そこのちょっと調整的技術がまあ必要になるボードかなっていうふうに思います。まあ、総称して言うならば、まあ、インサイドで基本遊ぶ人であれば、非常に刺さる、溜まって実力をね、発揮できるボードにはなるかなと思いますが、逆に言えばちょっと波によってはちょっと少し苦手な波であったりとかが、ちょっと出るボードになってるかなと思うので、そこはちょっと自分に合うボードをちょっと探してみるのもいいかなっていうふうに